解説。日本と世界の幸福論。絶対に幸せになる考え方重視。ねえマリサ、幸せってどうやったら手に入るんだろう？いい質問だな。幸せって人それぞれだし、国や文化によっても全然違うんだぜ。文化によっても違うんだ？どういうこと？例えば、日本ではおもてなしや和の精神が重視されて、他人を思いやることで幸せを感じるんだ。一方、アメリカでは自分らしさを大切にして、自己実現が幸せだって考える人が多い。幸せって一つじゃないんだね。その通り、だからこそ、幸せになるための考え方もたくさんあって、どれも魅力的なんだ。今日は日本と世界の幸福論を紹介するんだけど、それぞれの考え方がどう違うのか、10位から順番に見ていこうと思うぜ。楽しみ。それじゃ、早速見てみようか。その前に、幸せを感じるためにはどうすればいいのか、みんながどんな考え方をしてきたのかを知っておくと、もっと面白いぜ。第10位。日本。おもてなし文化に基づく幸福論。おもてなし精神が生む幸せとは？おもてなしって、よく聞くけど、具体的にどういう意味なの？いい質問だぜ。おもてなしは、他人を思いやる気持ちを大切にして、相手に最高の体験を提供する文化だよ。日本の文化の中で、とても大切にされている考え方なんだ。なるほど。相手を喜ばせることが重要なんだね。その通りだぜ。日本ではおもてなしを通して、自分の喜びよりも相手の喜びを優先することが幸せだと考えるんだ。例えば、ホテルのスタッフが完璧にお客さんをもてなすとき、そのもてなしが相手にとっての幸せになって、最終的に自分も幸せを感じることができるんだ。相手が喜ぶことで、自分も嬉しくなるんだね。すごく素敵な考え方だな。おもてなしって、ただのサービスじゃなくて、心のこもった気配りや、相手を気遣う行動が本当に大事なんだ。日本では、この精神が日常生活にも深く根付いていて、礼儀やマナーにも現れているんだよ。例えばお茶を出すときに、気を使って温かさや香りまで考えるとか？まさにそうだ。小さな気配りや、相手に対する思いやりが積み重なって、その結果、皆が幸せになるという考え方がおもてなし文化なんだ。なるほど。だから日本の文化にはおもてなしが深く根付いているんだね。その通りだぜ。このおもてなし精神は、ただのサービスを超えて、幸せを分かち合う大切な要素なんだ。第9位。世界。アメリカの自分らしさを大事にする幸福論。自己実現が幸せの鍵。アメリカの幸福論って、日本のおもてなしとは全然違う感じだね。どういうものなの？アメリカでは自分らしさを大事にする考え方が根強いんだ。要するに、自己実現が幸せの鍵だって考え方だな。自己実現？それってどういう意味？自己実現っていうのは、自分が本当にやりたいことや、目標を達成することによって感じる満足感のことだよ。アメリカでは、人生の目的を追い求めることが幸福の一つの大きな要素なんだ。自分の夢を追いかけるってことか。それが幸せにつながるんだね。その通り、アメリカでは、誰もが自由に自分の道を選べるし、成功すればするほど自分らしさを実現できたという証になるんだよ。だから、自己表現や自分の価値観を大事にする文化が強いんだ。なるほど。自由に自分を表現できるって素敵だね。でも、みんながそうできるわけじゃないんじゃない？確かに、そうだね。社会的なプレッシャーや経済的な問題が障害になっていることもあるけど、それでもアメリカ人の多くは自分を貫くことが最も重要だと感じているんだ。ちょっと難しいけど、他人に流されずに自分を大切にするっていうのは、確かに幸せに近づくための大事な要素だね。その通りだぜ。アメリカの幸福論では、成功や成長を通じて自分らしさを追求することが、最も充実感を感じる方法だと考えられているんだ。第8位。日本。和の心を尊重した幸せ論。調和と協力の重要性。和の心ってよく聞くけど、どういう意味なの？和っていうのは、
日本の文化の中で非常に大切にされている考え方だぜ。簡単に言うと、調和や協力を大事にして、みんなが仲良く共存することを目指すんだ。それが幸せにつながるの？まさにそうだよ。和を重んじることで、個人の幸福だけでなく、集団や社会全体が調和の取れた状態になる。これは、日本の社会で非常に重要な価値観なんだ。なるほど。みんなで仲良くすることが、結局みんなの幸せにつながるってわけか。その通り、日本では、争いを避けて、みんなで協力し合うことが大切だとされているんだよ。例えば、家庭や学校、職場でも和の精神が大事にされている。例えば、どういうこと？例えば、家族や仲間との間で意見が違ったとしても、どうにかして調和を取る方法を見つけようとする姿勢が和の心だね。これは、日常生活の中で自然に行われていることが多いんだ。なるほど。そうやってみんながうまく協力し合うことで、社会全体が平和で幸せな場所になるんだね。その通りだぜ。日本の和の精神は、他の文化にはあまり見られない特有の価値観で、これが幸せの秘訣になっているんだ。調和と協力が幸せを作るんだね。すごく深い考え方だな。だからこそ、日本では和が重要視されているんだよ。これからも和の心を大切にして、みんなで幸せになれるようにしたいね。第7位、世界北欧のウェルビーイングの幸福論。国民全体が幸せを実感できる社会づくり。北欧ってよく幸せな国ランキングで上位に入ってるよね。なんでそんなに幸せって言われてるの？それはウェルビーイングの考え方が社会全体に根付いているからだぜ。北欧では、個人の幸せだけじゃなくて、国全体として幸せになれる仕組みがしっかりしてるんだ。ウェルビーイングって具体的にどんなことなの？簡単に言うと、心と体の健康、経済的安定、社会とのつながりのバランスを取ることが幸福につながるって考え方だな。北欧では、これを社会全体で支える仕組みが整っているんだ。例えばどんな仕組み？例えば、医療や教育は基本的に無料で、社会福祉が充実してる。必要しても支援があるし、仕事とプライベートのバランスも大切にされてるから、過度なストレスが少ないんだ。なるほど。経済的な不安が少ないと、心にも余裕が生まれるよね。その通りだぜ。しかも、北欧の人たちは自分が社会の一員として役立っているって実感できる環境があるから、孤独を感じにくいんだ。確かに、社会とのつながりが強いと安心できるよね。でも、日本と比べると何が違うの？日本は和の文化があるけど、個人の幸福よりも周りに合わせることを重視しがちなのぜ。その点、北欧は個人の幸せと社会の幸福を両立させることを大事にしているんだよ。そうなんだ。でも、そういう仕組みを作るのって大変じゃない？確かに簡単じゃないぜ。でも、北欧の人たちは、税金を高くしてでも社会全体が豊かになるように考えてるんだ。結果的に、一部の人だけじゃなくて、みんなが幸せを感じられる社会ができてるんだな。なるほど。じゃあ、日本でもこの考え方を取り入れたら、もっとみんなが幸せになれるかもしれないね。そうだぜ。ウェルビーイングの考え方は、日本にも活かせる部分が多いから、ぜひ注目していきたいな。第6位、日本、生きがいの哲学。仕事や人生の目的を見つける幸せ。ねえマリサ、生きがいってよく聞くけど、具体的にどういう意味なの？それはいい質問だな。生きがいっていうのは、自分の人生に意味や目的を見出して、それを追求することで幸せを感じるっていう考え方だぜ。なるほど。でも、それって日本独特の考え方なの？似た概念は世界にもあるけど、生きがいって言葉自体は日本特有のものなんだ。特に、日本の社会では仕事や趣味、家族との関わりの中で生きがいを見つけることが大切にされているのぜ。それって例えばどんなこと？例えば、仕事にやりがいを感じたり、趣味を通じて充実感を得たり、家族や友人との関係の中で喜びを感じたりすることだな。高齢者の人でも、
社会とのつながりを持つことで生きがいを感じるっていう話はよく聞くぜ。確かに、何か目標があったり、やることがあると前向きになれるよね。そうだな。実際、日本では高齢者の幸福度が高い理由の一つとして、生きがいを持っている人が多いことが挙げられてるんだぜ。でも、生きがいってどうやって見つけるの？簡単には見つからない気がするけど。確かにな。だけど、大事なのはまず自分が何に楽しさを感じるのかを考えることなんだぜ。仕事に生きがいを見出す人もいれば、趣味やボランティア活動を通じて感じる人もいる。なるほど。自分にとっての喜びを見つけることが大事なんだね。そういうことだぜ。無理に大きな目標を作る必要はなくて、小さなことでもこれをやっていると楽しいって思えるものがあれば、それが生きがいにつながるんだ。なんだか、自分の幸せのヒントになりそうだね。そうだろ？だから、日本の生きがいの哲学は、人生をより充実させるための大切な考え方なんだぜ。第5位、世界、インドの内面的平和を求める幸福論。瞑想と精神的修行による幸福。ねえマリサ、インドって精神世界の探求がすごいイメージがあるけど、幸せの考え方も特別なの？その通りだぜ。インドでは内面的平和を大切にする幸福論が根付いているんだ。物質的な豊かさよりも、精神的な安定や悟りを追求することで幸せを得るって考え方だな。精神的な安定か。でも、それってどうやって手に入れるの？一番有名なのは瞑想だな。インドではヨガや瞑想を通じて、自分の内側と向き合い、心を落ち着けることが幸福につながるとされているんだ。ヨガって運動のイメージがあるけど、心にも影響があるの？そうなんだぜ。ヨガは本来、体を鍛えるだけじゃなくて、呼吸や瞑想を組み合わせて心を整える修行でもあるんだ。特にインドでは、瞑想を通して自己を知り、悟りを開くことが究極の幸福だと考えられている。なるほど。外の世界じゃなくて、自分の内側に目を向けるのが大事ってことか。その通り、インドの伝統的な哲学では、人間の苦しみは欲望や執着から生まれるとされていて、それを手放すことで本当の幸福を得られると考えられているんだぜ。欲を手放すって、なんだか難しそう。確かにな。だけど、日常のちょっとしたことからでも実践できるぜ。例えば、忙しい毎日の中で少しの時間でも深呼吸をして心を落ち着けたり、目を閉じて何も考えない時間を作るだけでも効果があるんだ。そんな簡単なことでもいいんだね。そうなんだ。実際、世界中でマインドフルネス瞑想が流行ってるのも、インドのこの考え方が広がったおかげだぜ。確かに、心が落ち着いてると、ちょっとしたことでも幸せを感じられるかも。そういうことだ。インドの幸福論は、物質的な豊かさを追い求めるよりも、精神的な満足を得ることが大事って考え方なんだぜ。なんだか深いね。私もたまには心を落ち着ける時間を作ってみようかな。いい心がけだぜ。忙しい日常でも、ちょっとした時間を使って心の平和を大切にする。それが本当の幸福への近道かもしれないな。第4位、日本、お金よりも人間関係の大切さを説く幸福論。心の豊かさを求める。ねえマリサ、幸せになるにはやっぱりお金が必要なんじゃない？まあ、お金は大事だけど、それが全てじゃないぜ。日本では昔からお金よりも人間関係の方が大切って考え方があるんだ。でもお金があれば好きなものも買えるし、生活にも困らないじゃん。確かにな。でも、お金だけじゃ本当の幸せは得られないんだ。例えば、大金持ちでも孤独だったら、心の充実感が足りないって感じることが多いんだぜ。確かに、お金があっても誰とも話さず、楽しく過ごせなかったら寂しいかも。そういうことだぜ。実際、日本には袖振り合うも多少の縁って言葉があるけど、人とのつながりを大事にすることが人生の充実感につながるって考えられてるんだ。人間関係が幸福に影響するんだね。でも、どうして日本ではそういう考え方が広まったの？日本は昔から和を大切にする文化があるからな。家族や地域のつながりが強かった時代は、
人との関わりが生活の基盤だったんだ。だから、お金よりも人との縁を大事にする考え方が根付いたんだぜ。そうなんだ。でも、現代では人間関係のストレスも多いし、そこまで人との関わりにこだわらなくてもいいんじゃない？もちろん無理に関わる必要はないけど、信頼できる人がいることが幸せにつながるのは間違いないぜ。特に日本の幸福論では、家族や友人、仲間とのつながりが心の豊かさを作るって言われてるんだ。確かに、誰かと一緒にいると安心することってあるよね。そうだろ？人と助け合ったり、感謝し合ったりすることで、心の満足感が得られるんだ。逆に、どれだけお金を持っていても、孤独だと虚しさを感じることがあるんだぜ。なんか深いね。お金だけじゃなくて、人との関係を大切にすることで幸せになれるってことか。その通り、日本の幸福論では、人とのつながりが心の豊かさを生むって考えられてる。だから、どんなに忙しくても、人との交流を大事にすることが幸せにつながるんだぜ。私もこれから、もっと周りの人との関係を大事にしてみようかな。いい心がけだぜ。心が満たされれば、自然と毎日が楽しくなるはずだからな。第3位、世界、デンマークのヒュッケに基づく幸福論。小さな幸せを楽しむ生活。ねえマリサ、ヒュッゲって聞いたことある？なんか北欧のライフスタイルらしいけど。いいところに目をつけたな。ヒュッゲはデンマーク発祥の幸福論で、小さな幸せを楽しむっていう考え方なんだぜ。小さな幸せ？具体的にどういうことなの？例えば、暖かい部屋でキャンドルを灯してリラックスしたり、家族や友達とお茶を飲みながらのんびり過ごしたりすることがヒュッゲなんだ。派手なことをしなくても、日常のちょっとした瞬間を大切にすることで幸福感が増すって考え方だな。それって特別な準備をしなくてもできることだよね？そうなんだぜ。大切なのは今この瞬間を楽しむこと。デンマークでは、忙しい毎日の中でも、そういう時間を意識的に作ることでストレスを減らしてるんだ。なんだかいいね。日本だと、どうしても仕事や学校で忙しくて、ゆっくりする時間を取るのが難しい気がする。それがヒュッゲのポイントだぜ。大事なのは、意識的に幸せを感じる時間を作ること。忙しくても、好きな音楽を聴いたり、温かい飲み物を飲みながらホッとする時間を作ったりするだけでもいいんだ。なるほど。毎日の中で小さな幸せを見つけることが大事なんだね。そういうことだぜ。しかも、デンマークではヒュッゲを大切にすることで、国民全体の幸福度が上がってるってデータもあるんだ。だから、幸せになるために無理に大金を稼ぐんじゃなくて、今ある環境の中で楽しみを見つけることが大事ってわけだな。日本だと、どうしてももっと頑張らないとって思っちゃうことが多いけど、たまには立ち止まって小さな幸せを味わうのもいいかもね。そうだぜ。例えば、雨の日にお気に入りの本を読むとか、好きな香りのキャンドルを灯してリラックスするとか、そんなことでいいんだ。そういう時間が積み重なることで、全体の幸福度が上がるってのがヒュッゲの考え方なんだぜ。なんか今すぐにでもやってみたくなった。私も、ヒュッゲな時間を意識してみようかな。それがいいぜ。日々のちょっとした幸せを見つけるだけで、人生はもっと楽しくなるからな。第2位、日本、自分を許す幸福論。自己肯定感の重要性。ねえマリサ、たまにすごく落ち込むことがあるんだけど、そういう時ってどうしたらいいの？それは自分を許すことが大事なんだぜ。日本では、自己肯定感を高めることが幸福につながるって考え方があるんだ。自己肯定感、つまり、自分を好きになるってこと？まあ、そういうことだな。日本の社会は真面目で努力を重視する文化だから、自分に厳しくなりがちなんだよ。でも、完璧を求めすぎると、うまくいかなかった時に自分を責めちゃうことが多いんだぜ。わかる。失敗するとなんでこんなこともできなかったんだろうって思っちゃう。そういう時こそ、まあいいかって思えることが大事なんだ。自分に優しくすることで、ストレスも減るし、前向きに生きられるんだぜ。でも、甘やかしてるだけって思われない？それが違うんだぜ。
自分を許すっていうのは、怠けることじゃなくて、今の自分を受け入れるってことなんだ。例えば、テストで思ったような点が取れなくても、頑張った自分は偉いって認めることが大事なんだよ。なるほど。自分を責めるより、まずは自分を認めることが大事なんだね。その通り、実際、日本では最近、自己肯定感を高めることの重要性が注目されてきてるんだ。学校でも褒めて伸ばす教育が増えてきてるし、企業でも失敗してもいいから挑戦することが大事っていう考えが広まりつつあるぜ。それってなんだか安心するね。みんな最初から完璧じゃないもんね。そういうことだぜ。小さな成功を積み重ねて自分を認めることができれば、自然と自己肯定感が上がって、幸福感も増すんだ。じゃあ、まずは何から始めればいいの？簡単なことからでいいぜ。例えば、毎日寝る前に今日よく頑張ったなって自分を褒めるとか、ちょっとした成功をこれでいいんだって認めることだな。そっか、まずは自分を責めるのをやめることから始めてみるよ。それがいいぜ。自分を許して受け入れることが、幸せへの第一歩だからな。第一、世界、日本の7つの幸せの教え。物質的ではなく、心の安定が幸せを作る。マリサ、いよいよ1位の発表だね。今回のランキングで一番大事な幸せの考え方って何？ 1位は、日本の7つの幸せの教えだぜ。これは、物質的な豊かさよりも、心の安定が本当の幸せを作るっていう考え方なんだ。7つの幸せって何？なんかすごく気になる。簡単に言うと、日本の伝統的な価値観の中で、幸せを感じるために大切な7つの要素があるっていう考え方だな。その7つって何なの？ 1つ目は健康。体が元気じゃないと何も楽しめないからな。2つ目は人間関係。家族や友人とのつながりが幸せの基本だぜ。3つ目は感謝。小さなことに感謝することで幸福感が増すんだ。なるほど。どれも大事そう。4つ目は自己成長だな。何かを学んだり、努力したりすることで充実感を得られる。5つ目は精神の安定。これが一番重要で、どんな状況でも心が落ち着いていると幸せを感じやすいんだぜ。確かに、ストレスばっかりだとどんなにお金があっても幸せに離れなさそう。そうだろ？ 6 つ目は自由。自分の好きなことをする時間を持つことが大切だ。そして最後の7つ目は貢献だぜ。誰かのために何かをすると、結果的に自分の幸福度も上がるんだ。そっか、全部バランスよく取り入れるのが大事なんだね。その通り、日本の昔からの価値観では、単にお金や地位があれば幸せになれるわけじゃなくて、こういう心の充実が本当の幸福につながるって言われてるんだ。でも、現代社会だとどうしても物質的なものに目がいっちゃうよね。確かにな。でも、結局のところ、物をたくさん持ってても心が満たされてなかったら幸せとは言えないだろ？だからこそ、こういう7つの幸せの考え方が大切なんだぜ。わかった。じゃあ、私はまずどれから意識すればいいかな？そうだな。一番簡単なのは感謝と精神の安定だな。毎日小さなことに感謝して、自分の心を整えることが、幸せの第一歩だぜ。よし、今日から実践してみる。やっぱり、幸せって心の持ち方が大事なんだね。そういうことだぜ。どんなに環境が変わっても、心が整っていれば幸せを感じられる。これが、世界でも通用する日本の幸福論なんだ。総評、まとめ。いろんな幸福論を聞いてきたけど、どれも興味深かったね。だろ？世界には様々な幸せの考え方があるけど、共通しているのは心の満足が大事ってことだぜ。確かに、お金や成功だけじゃなくて、人間関係や心の安定が重要なんだね。そうなんだ。日本のおもてなしや和の精神、北欧のウェルビーイング、インドの内面的平和。どれも根本的には幸せをどう感じるかに焦点を当てているんだ。でも、私たちも今からできることってあるの？もちろん、例えば、今日紹介した7つの幸せの教えみたいに、小さなことに感謝したり、
自分を許したりするだけでも幸福度は変わるぜ。なるほど。無理に何かを変えなくても、今の生活の中で幸せを感じる工夫ができるってことか。その通り、自分の心の持ち方次第で、幸せはすぐそばにあるものなんだぜ。よし、今日から少しずつ、幸せを意識した生活をしてみるよ。いい心がけだぜ。みんなも自分に合った幸せの形を見つけて、楽しく生きていこうな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。